皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは自信についてお話ししていきます。すごく大切なことですね。自信っていうのは漢字で自分を信じるって書くんですけど、本当にその通り。自分を信じることができるかどうか、自分に自信を持つ、自信を持たない、自信がある、自信がない、そんな言い方をするんですけど、今日お話しするのは、いろんなことがあります。外国語のこと、そしてお仕事のこと、そして見た目のこと、その3つについてお話ししていきます。で、なんでこのお話をしようと思ったかというと、最近私の生徒さんからよく自分自身の日本語に自信が持てません。どうやったら自信を持つことができますか？そんな風にアドバイスしてほしいって言われることがすごく多いんですね。なので今日はそのことについて皆さんにお話ししたくて動画を撮ってます。で、最初に言っておきたいのは、私自身、もともと全く自分に自信がなかったっていうことなんですね。何に対しても自信がなかったです。自分の英語に対しても自信がなかったし、自分の仕事に対しても自信がなかったし、自分の見た目に対しても自信がなかった。自分は可愛くないとか、自分の英語はダメだとか、自分の仕事はダメだとか、そんな風にいつも自分を疑ってたんですね。なんかダメだっていう気持ちがずっと頭の中にあったんです。でも最近は少しずつ自分に自信を持てるようになりました。本当に少しずつ。もちろん、完全に自分に自信を持ててるのかって言われると、全くそんなわけではないし、不意に自分の英語に対してまだまだだなって思うこともあるし、可愛くないなって思うこともあります。でも、明らかに1年前の自分とは違う。絶対に今の方が自信はあるんですね。なので今日はそのことについてお話しします。で、最初にお話ししていきたいのは外国語に対する自信です。私にとっては英語ですね。正直、前まで全く自分に自信がありませんでした。自分の英語に対して全然ダメだなって思ってたんですね。いくら勉強してもまだまだだって思ったし、私は全部で8年以上英語を勉強してるんだけど、全然ダメだなって思うことがまだまだある。でもですね、いろんなことにチャレンジするようになって、その壁を一つ一つクリアするようになってから、あることに気づいたんですね。それは何かというと、昨日の自分よりも絶対に今日の自分の方が英語が上手だっていうことです。絶対に。もうこれは100%絶対にです。もちろん、今日はなんかダメだなって思う日もあるんだけど、でも絶対に頑張ってたら、今日の方が頭にある英語の数は多いはずなんですね。なんか毎日勉強してると、新しい単語とか新しいフレーズに出会って、どんどん自分に自信がなくなるじゃないですか。まだまだ知らない単語があるとか、そんな風に思うことが私にもあるんですけど、でもよくよく考えてみると、それは当たり前のことなんですね。今日知らない単語にたくさん出会ったっていうことは、新しいことを勉強できたっていうことなんです。ね。昨日知らなかったことを今日知れた。それってすごいことじゃないですか。なんか一瞬
まだまだ自分の英語力はダメなんだって思ってしまうかもしれないけど、よくよく考えたら、知らないことを知ってる時間なんですね。知らないことに出会ったからそういう気持ちになるだけで、新しいことを知れたっていうことなんです。私はそれに気づけるようになってから、少しずつ自分の英語に自信を持てるようになったんですね。で、間違えるっていうことは本当にいいことで、間違えることによって新しいことを知れる。間違えたから正しい言葉を勉強して、正しい文法を勉強して、正しい英語を勉強するから、どん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 頭に入る。勉強できるんですね。それが絶対に上手になってる印なんです。こんな波打ってるように見えるかもしれないけど、絶対にみんな少しずつ階段を上がっていってるんですね。一歩ずつ。小さい階段かもしれないけど、絶対に昨日の自分よりも今日の自分の方が成長してる。それを皆さんにも知ってほしいです。そしたら必ず自分に自信を持てます。自分の日本語は少しずつ成長してる、向上してるっていうことに自分で気づくことができるから自信につながるんですね。これが私的にすごく大切にしてること、外国語の学習に関して大切にしてることです。なので皆さんにもそれを知ってほしいです。これが一つ目です。で、二つ目はお仕事です。これは本当に難しい。私も自分の仕事に対して不安になってしまうことがすごく多いんですね。なんかダメなんじゃないかなとか、自分がやってることって本当に誰かの役に立ってるのかなとか、そんな風に不安になることが本当に多い。自分に自信が持てないんですね。でも最近は一つ大切にしてることがあります。自分の仕事に自信を持つために大切にしてること。それは違和感を大切にするっていうことです。違和感っていうのはなんかダメなんじゃないかなとか、ちょっと違うかも。そんな気持ちです。わかりやすく言うと私のポッドキャストですね。このポッドキャストは正直いつも何回も何回も撮り直すんですね。なんでかというと納得できないんです。なんかいいこと話せてないなとか、話がまとまってないなとか、下手だなとか、難しい日本語使っちゃったなとか、そんな風に一瞬違和感を感じる瞬間っていうのがあるんですね。自分の頭の中で。なんかダメかもって思う瞬間があって、そしたら私は一切の迷いなく消します。ポッドキャストを消すんですね。編集が全部終わった後でもダメだって思ったら消します。で、それはなんでかというと、もちろん皆さんに対して100%出せてないポッドキャストを届けたくないっていう気持ちもあるんだけど、それ以上に自分自身ですね。納得できないっていうのがすごく嫌なんです。私にとって。100% 出し切れてないっていうことが自分自身にとって嫌なんですね。どういうことかというと、例えば私が50%くらい納得できたポッドキャストを皆さんに届けたとします。でも皆さんは面白かったですって言ってくれたとします。そしたら私は多分すごく自分自身に対して悲しい気持ちになるんですね。こんなに面白いって思ってくれたのに、私は50%しか出せなかった。もっともっといいポッドキャストを本当は皆さんに届けることができたのに、中途半端なものを届けてしまった。
そんな風に自分が悲しくなるんですね。自分が悲しくなったらどうなるかというと、自分の自信がなくなる。自分に対して嫌な気持ちになるんです。自分が嫌いになる。そしたら自分に自信がなくなるんですね。これが私的に一番ダメなことで、逆に例えば私が100% のポッドキャストを皆さんに届けたとします。100% 納得できるもの、うまく話せたとか、楽しく話せたとか、そんな風に納得できたものを皆さんに届けたとして、もし誰かが全然面白くなかったですって言ってきたとしても、私は全く気にならないんですね。なんでかというと、私自身が納得してるから。私自身は 100% を出し切ったし、自分自身が自分の仕事に対して納得できてる、自信を持ててるから、誰に何を言われても気にならないんですね、正直。面白くないって言われても、ああ、そうなんだ、しか思わない。私は納得できてるから。それが私は一番大切だと思うんですね。もちろん皆さんに楽しいって思ってもらえることも大切だけど、それ以上に私が大切なのは、自分が納得できるかどうか、自分がこの作品を好きだって思えるかどうか、自分がした仕事を最高なものだって思えるかどうか、それが私にとって一番大切なんです。そうすることによって自分に自信が湧くんですね。誰かの評価を大切にするっていうことよりも、自分自身の評価を大切にする。自分自身の違和感を大切にして、自分自身が自分自身の仕事に納得できたか納得できなかったか、それを大切にすることが自分に自信を持つことにつながる。そういうふうに私は思ってます。そんな感じです。でも皆さん聞いてても分かった通り、私は完璧主義で 100% 目指してしまうから、ちょっと危険なんですね。すごく自分を追い込んでしまう。苦しくなってしまう。だから、もしこの話を聞いてる人は、ぜひ 100% を求めずに 99% を求めることをお勧めします。90% でもいいし、80% でもいいから、自分自身が自分に自信を持てるパーセンテージを求めてほしいんですね。100% はやめた方がいいです。私の経験上、苦しくなるので、皆さんには苦しくなってほしくない。だから、できれば、99%、90%、80%、皆さんに合うパーセンテージを見つけてください。それが私の仕事に対する自信の持ち方です。で、それが二つ目。で、三つ目は見た目です。見た目。これはね、私は自分のことを可愛いって思ったことが今まで一回もなかったんですね。今までというか一年前くらいまで本当に自分に自信がなかった。なんでかというと、自分に対して全力を出し切ってなかったんですね。でも今は正直に言うと自分に自信があります。それは実際に可愛いとか可愛くないとかじゃなくて、スタイルがいいとかスタイルが良くないとかそういう話ではなくて、なんか自分が頑張ってることに対して自信があるんですね。正直私は未だに自分のことを可愛いと思えないし、自分のスタイルがいいと思えない。でも、不意に鏡を見た瞬間に、今日の私、ちょっと可愛いかもしれないとか、今日の私、ちょっとスタイルがいいかもしれないとか、そんな風に思う瞬間が増えたんですね。全く思わなかった0の時代から、1、2くらいには増えた。ちょっとだけ自分に自信が持てるようになったんです。
で、それはなんでモテるようになったかというと、頑張るようになったんですね。今まで嫌いだった筋トレを頑張って、頑張って、今は大好きになって、今までめんどくさかったストレッチも頑張ってするようになって、マッサージもするようになって、スキンケアもして、可愛いと思った化粧品を買って、可愛いと思った服を着て、可愛いと思ったアクセサリーをつけて、そんな風に少し自分に気を配るようになったんですね。自分が可愛くなれるような努力をするようになった。それがすごく自分自身に自信を持てるようになったきっかけなんじゃないかなって思います。なんか私はお休みの日でも何にも用事がない日でも絶対にお化粧をするんですね。メイクをします。常に自分が最大限可愛い状態でいたいんですね。なんでかというと、不意に鏡を見た瞬間にテンションが上がるんです。なんか嬉しくなる。幸せな気持ちになる。そしたらどうなるかというと、心が明るくなるから、表情も柔らかくなるんですね。ニコニコするようになる。そしたら、周りの人も楽しくなるし、自分自身も楽しくなるし、心が明るくなって、ハッピーな雰囲気が生まれるんですね。伝わるかな、言いたいこと。なんか、自分を好きだって思えること。自分は今日、ちょっと可愛いかもとか、ちょっとスタイルいいかもとか、そういうのを不意に感じることができるっていうのが、私にとってすっごく大切なんですね。私は香水が好きなんです。香水。香水って目に見えないけど、なんか私自身を表してくれる気がして、すごく好きなんですね。なんか、なんていうのかな。いい香りを体にまとっておくっていうのが、私にとって自信を持つすっごく大切なことなんです。なんでかわからないけど、可愛い服を着ることも、可愛いメイクをすることも、全部目に見えるものだけど、香水は目に見えない。それでもすごく大切なんですね。テンションを上げてくれるものなんです。それがものすごく大事かな、私にとって。なんて言うんだろう、難しいね。とにかく、自分自身が常に可愛いって思える状態でいたいんです。常に魅力的な人間でいたい。自分自身にとって。誰かに可愛いねとかいい匂いだねって言ってもらえることが大切なわけではなくて、自分自身がそう思えることが私にとってすっごく大切なことなんですね。それが私の自信につながる。です。伝わったかな？なんか、うまく話せてるか不安になってきちゃったけど、何が言いたいかというと、とにかく自分自身の見た目について自信を持つためには、自分が頑張れることをすべてやることが私にとって大切です。筋トレ、メイク、ダイエット、香水、可愛い服、可愛いメイク、頑張るっていうことが自信を持つためにすっごく大切なんです。もちろん昔はジャンクフードが大好きで、毎日のようにラーメンを食べて、毎日のようにゴロゴロして、メイクを落とさずに寝てしまったり、休みの日もメイクしないとか、そんなことがあったけど、ちょっと自分が可愛いって思える状態で生活をするようになってから、本当に人生が明るくなった。毎日幸せを感じるようになりました。そしたらやっぱり他の人も明るくなってくれる。私が明るいと
この私の明るさ、ハッピーな気持ちを友達とか周りの人に届けることができるから、みんなもハッピーになってくれて、それがまた私の自信につながる。またハッピーになれるんですね。だからすっごくいい循環なんです。くる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 いいことが起こる。それが本当に良かったなって思ってます。そんな感じ。なので最初にお話しした外国語、お仕事、そして今お話しした見た目、すべてつながってるのは、昨日の自分より今日が輝いてるっていうことです。今までの人生の中で今日が一番素敵なんですね。皆さんも。皆さんはいつも頑張って日本語を勉強したり、筋トレしたり、美味しいご飯作ったり、そんな風に少し頑張ってることが絶対に日々積み重なって、その少しずつの努力が絶対に大きくなってるんですね。本当に少しに見えるかもしれないけど、塵も積もれば山となるっていう言葉があります。小さいことでも積もっていけば大きくなるんです。絶対に。本当に大きくなる。だからそれを信じて、皆さんもこれからも一緒に頑張りましょう。絶対に皆さんは皆さんの人生の中で今日が一番輝いてるし、明日はもっと輝いてる。それを今日のポッドキャストで知ってほしいです。そんな感じ、今日お話ししたいことは。じゃあ皆さん今日もここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。うまく話せてたかわからないんだけど、今日は私の気持ちについて、自信の持ち方について皆さんにも知ってほしくて動画を撮ってみました。今日も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。では皆さん今日もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。